こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は大豆が究極の食べ物になる2つの方法というお話をしたいと思います。皆さん、発芽大豆ってご存知ですか？発芽玄米といえばよくご存知かと思います。玄米の場合は発芽させることで炊飯器でも簡単に柔らかく炊けるようになったり、栄養成分もより豊富になりますよね。大豆の場合も同様で、発芽をさせることで神秘の力で素晴らしい食品に変身します。それは発酵にも似ています。お味噌や納豆になると大豆のタンパク質が分解されて、植物ホルモンなどのネガティブな要素は分解されます。さらに様々な栄養素が作られ、健康効果がプラスされますよね。今回はまだあまりよく知られていない夢の食材、発芽大豆について詳しく解説してまいります。さらに発芽大豆を使ったプレミアムな豆乳やお豆腐を使って美と健康に最高のレシピをお届けいたします。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。大豆に限らず植物の種子は発芽の時にそれまで蓄積してきた栄養素を分解して、栄養素やエネルギーを何倍にも高める働きがあります。発芽した瞬間、大豆は穀類から植物へと変わります。そして大豆が持つ栄養素は最大限に引き出されるんですね。そのため発芽大豆は普通の大豆に比べて栄養価がすごく高くなります。発酵と似ているというのは、麹菌が大豆のタンパク質を分解し新しい栄養素を作るのと同様に、発芽すると大豆のタンパク質は分解されてアミノ酸が豊富になります。さらに血圧を下げたり、ストレスにも強くなるGABAが飛躍的に増えたり、女性に嬉しいイソフラボンがアグリゴン型といって体内で働きやすい形になります。すでに成長した植物よりも芽が出たばかりの新芽の方が豊富な栄養素を含んでいることになるんですね。私は発芽大豆と15年以上も前に出会って、その素晴らしさから発芽大豆のカフェを開いたり、多くの方に知ってほしいと思って取り組んでまいりました。一番の特徴といえばその美味しさです。アミノ酸が増えることで旨味が増し、お肉にも負けない旨味を持つ食品になるんです。ぜひその美味しさから植物肉へと進化したこちらの動画についても合わせてご覧になってください。タンパク質は生きていく上では欠かせない食品ですが、消化と吸収力のバランスを見ながら効率よく摂ってあげる必要があるんですね。消化しきれなかったタンパク質は悪玉菌を増やし、腸内環境を乱す原因にもなります。そこでタンパク質食品を摂るなら消化吸収の良い食品を選ぶこと、そしてタンパク質と一緒に食物繊維も合わせて一緒に摂ることがおすすめです。その点、大豆を発酵させたり発芽させた食品は栄養素が分解されて消化吸収が良く、さらに新しい栄養素も増えていて食物繊維も豊富に含まれるため、理想的なタンパク質食品なんです。ちなみに他の食品では半熟卵やお豆腐、白身のお魚、鶏のささみ、ヨーグルトなども消化しやすいタンパク質です。いろいろな食品を取りつつも毎食一品は消化しやすいタンパク質食品を意識してみてください。発芽大豆は蒸した豆などがチルド商品などで販売されていますので、そのままサラダや煮込みなどに大豆と同じように使うことができますが、今回は店頭では販売されていない発芽大豆の豆乳と絶品のお豆腐をご紹介したいと思います。ちょっとお味見をして皆さんに味をお伝えできればと思います。濃い味が濃厚です。そして旨味がしっかりと感じられるので、とにかく美味しいです。一般的に言う豆臭さみたいなものはほとんどないですね。女性ホルモンの働きをサポートするイソフラボンがたっぷりなので、閉経後の女性には特におすすめです。続いて発芽大豆のお豆腐、お味をお伝えしたいと思います。立ったままで失礼いたします。
美味しい豆乳で作っているので、お豆腐も美味しいこと間違いないんですけどね。いただきます。本当に絶品ですよこれ。もうね、口どけが滑らかで、お豆腐の食感というよりはプリンのような滑らかなきめの細かい食感です。お豆腐として召し上がるのとはまたちょっともう別物の域に来ていると思います。この発芽大豆という材料のポテンシャルが普通のお豆腐とは全く違います。これはね、私の拙い試食レポートではちょっとお伝えしきれないと思いますのでね、ぜひご興味ある方、概要欄に商品情報は記載しておきますので、詳細はそちらの方をご覧になってください。こちらのお豆腐は美味しいことにプラスしてイヌリンという水溶性食物繊維がプラスされているので、腸内環境を整えるためにも非常に役立ちます。豆乳もお豆腐もどちらもイソフラボン、GABA がたっぷりなのが嬉しいですよね。GABA は血圧やコレステロールを下げる効果、肌の弾力を維持して肌の健康を守る働きを助ける機能も報告されています。もちろんストレスや疲労感を軽減する働きも知られています。美味しくて健康と美容、そしてストレスケアに役立つなんて嬉しいことずくめですよね。こちらの発芽大豆の豆乳なんですけれども、私はですね、毎朝のドリンクの習慣があって、こちらの豆乳飲んでるんですよ。見た目はね、豆乳なんですけれども、タンパク質が分解されてアミノ酸が非常に豊富です。美味しさの秘密でもあるんですけれども、その他にね、GABA やイソフラボンも豊富なので、消化吸収も良くて栄養価も高くて、本当に素晴らしい豆乳なんですよ。そしてこちらにきな粉です。そしてこちらお砂糖の入っていないココアパウダーになります。 MCT& オメガ3プレミアム、これは私が開発している油なんですけれども、この油をね入れて、で混ぜてねドリンクを作って飲んでるんですよ。まず大豆のタンパク質をしっかりとってます。そしてさらにきな粉やココアってね、食物繊維が豊富なんですよ。ココアにはポリフェノール、さらにテオブロミンというね、脳の伝達物質にも関与するポリフェノールも含まれています。さらにこちら GABA というものが豊富。そしてこちら MCT オイルとオメガ3脂肪酸が含まれるアマニ油がブレンドされているので、脳の健康に必要な栄養素がこの1杯のドリンクで全部取れちゃうんですよ。そんなものを朝飲むことで1日のスタートを開始しています。ちょっと作ってみたいと思います。豆乳を少し入れます。はい、そしてきな粉です。大さじ軽く2杯分ぐらいですね。そしてココアパウダーです。これも大さじ1杯分ぐらいですね。そしてオイルが大さじ1/2分の1ぐらい。あとはよく混ぜるだけです。このね、発芽大豆の豆乳とかお豆腐はとってもお水のきれいな場所、鳥取県の智頭というところで作られているんですね。この発芽をさせるということで大豆がもう植物に変わってますからね、またね全然別物なんですよね。このドリンクが朝の元気の決め手となっています。続いてこちらの発芽大豆のお豆腐なんですけれども、よくお昼に一人ご飯をする時のとっておきの食べ方ご紹介したいと思います。もちろん普通のお豆腐として召し上がっていただいてもいいんですけれども、このお豆腐だからこそのとっても美味しい食べ方なんです。はい、こちらご飯ですね。玄米にねいろいろな雑穀を入れたご飯を普段食べています。なんと豪快にお豆腐をそのままご飯の上に乗っけてしまいます。しらすです。しらすはねちょっと適度に塩分もあり、消化の良いタンパク質食材なんですよね。小魚で丸ごとなのでね、ホールフードとしてもいろいろな栄養素含まれています。ちょっと飾りでね刻んだおネギなんかをね乗せていただくとさらに美味しくなります。でね、仕上げにお醤油、これちょこっとかけてあげるとまたぐっと美味しくなるんですよね。発芽大豆のお豆腐としらすの豆腐丼です。発芽大豆の豆乳で作ったドリンクです。お味をお伝えしたいと思います。先ほど豆乳の美味しさはお伝えしましたが、改めて本当に旨味が強いです。
やはりこれがタンパク質が分解されてアミノ酸が豊富に含まれている証拠なんですね。大豆の摂りすぎなんかを心配される方もいらっしゃると思いますが、そんなに大きなねコップではありませんのでね、全体の量はそんなに多くありませんので心配されるまでもないと思います。そしてこちら、豆腐としらす丼です。なかなかねお豆腐をご飯にのせて食べるっていうことないと思うんですけれども、この発芽大豆のお豆腐だから試していただきたいとっておきのレシピなんですよ。もう安定の美味しさです。よく混ぜてスプーンでね召し上がっていただくと、まるでリゾットのような感じにもなるんですよ。本当に簡単で美味しいので、手軽にご飯を済ませたい、でも栄養はしっかりとりたいなんていう時にはおすすめです。今回はますます注目が集まる発芽大豆について詳しくお話をさせていただきました。発芽大豆はアミノ酸がとっても多くて美味しさが違うというのと、消化吸収が良く、さらに大豆が最もパワーアップした時に作り出した魅力的な栄養素がたっぷり含まれるのが特徴です。毎食の食事量は変わらなくても、質が良くなればおのずと体も変化を感じられるのではないかと思います。発芽大豆のチルド商品などは大きなスーパーでしたら取り扱っているところも多いと思います。ぜひ発芽大豆を上手に取り入れてみてください。ご興味があれば発芽大豆の豆乳や絶品のお豆腐もぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。